どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は M2Mac mini の選び方、最適モデルと選ぶ際の注意点、3つこちらについてお話ししていきたいかなと思います。M2Mac mini、コストパフォーマンスがいいと言われつつですね、どれを選んだらいいんだと。この動画を撮ってる時点でまだ日本では発売ではないんですけども、海外の方でね、いろいろレビューがね、出てきてますので、結構見ました、そちら。それを見て、こういう用途だったらこのモデル選んだ方がいいな、みたいなね。わかりました、なんとなく。なので今ね、買おうか迷ってる方ももちろんなんですけども、買うとしたらどういうモデルにしようかな、みたいなね、悩むと思います。難しいです、非常に最近の Mac。なので、この私が解説したいかなと思いますので、最後までご覧いただければと思います。普段は Apple 製品のレビューだったりですね、お得なセール情報だったりとか、ほんと正直にレビューしてますので、今後もこういった動画見たいよって方はぜひね、壊したくないよって方はチャンネル登録お願いします。ということで、まずはちょっとね、ざっくりと見たいと思うんですけども、Mac mini ですね、このちっちゃいボディのみで MacOS が動きます。ただディスプレイとかはそういうものはついておりませんので、別途買う必要ございます。大躍進のパワーとスピードですね。Mac mini 初のプロ向けチップ。M2 Pro M2。これもちょっと後ほど話していきます。84,800円からですね。2月3日発売でございます。で、今回この M2 と M2 Pro が搭載されました。こちら選ぶことができます。これの違いもちょっと後ほど結構差はあるかなと思います。かつてないほどハードワークに強い Mac mini、誕生いたしました。基本的には、デザインは今までと一緒なんだけども、中身が変わりましたと。ビデオ編集、負荷の高いタスクも余裕です。はい、余裕ですね、もう。スピードとパフォーマンスということで、これインテルベースの Mac mini でございますので、Core i7、これ Mac mini ですね。はい。インテル版の方はもう変えてください。もう今すぐ変えてください。っていうぐらい、結構コストパフォーマンスもいいし、パフォーマンスもかなり違います。M1 からはちょっとどうかなっていうところはあるんですけども、ただ基本この画像ベースのものだと、そんなにこの M2 Pro も変わらないかなっていう印象ですかね。インテル版と比べるとこの18倍とかにはなってるんですけども、動画編集とかやっぱ入ってくると結構差は出てくるかなと思いますね。プロレゾとかビデオ編集。コードとかもそんなに変わんないかなっていうところをいろいろ見てみたんですけども、普通に使う分にはそんなに変わらないです。最新の MacOS、ベントゥーラも使えますが、ちょっとバグも多いので、あんまりおすすめしません。ちっちゃいボディっていうのはね、魅力的ではあります。コンパクトに収まりますね。なんで別途ですね、注意点としてはこのディスプレイとかキーボードとかね、このマウスとかを集める必要はあります。ただこういうの集めるの好きとか、すでにある方であれば、スタジオみたいなのがね、はい、このスタジオディスプレイね、今ここにあるんですけども、これ20万円ぐらいするんで、おすすめしないです。動画編集とか、全然性能的にはね、余裕かなと。ちょっと一個そうだね、注意点としては、この M2 とね、M2 Pro で端子のね、数が違いますので、ここ注意ですね。サンダーボルトが2個か4つかっていうところはあります。そうね、Wi-Fi 6E とかも今回対応しました。Bluetooth も最新のもの 5.3 になっております。これに書いてるね、Wi-Fi 6E、サンダーボルト4とか、この辺の仕様は基本的には MacBook とかと一緒ですかね。今、ラインナップとしてはですね、デスクトップが Mac mini、Mac Studio、これちょっと後ほど見ます。iMac は今 M1、M2 がそろそろ搭載されるんじゃないかと。新しいのはね、多分3月ぐらいに出るんじゃないかなと。もしかしたら早ければと思うんで、おすすめなんだけど、ちょっと待てるなら待った方がいいかなと思います。ということで、ちょっとこの Mac mini を M2 をね、簡単に比較したいと思うんですけども、一応 M2 のモデルだと、他にこの MacBook Air とか MacBook Pro のモデルがあります。価格はやっぱこうディスプレイとかキーボードとかね、持ち運べるっていうのはもちろんなんですけど、価格が結構変わってきますよっていうところはありますね。こっちはM2 Pro が載せれます。今回の Mac mini はですね。なんで、ただ性能的には基本的には M2 であれば変わらないですね。M2 Pro であればちょっとこうメモリがとかね、載せれたりとか、ストレージとかもね、あるんですけども、バッテリー駆動時間はこう M2 MacBook Pro は実はちょっと長いです。なんで M2 は基本的に一緒ですね、ここら辺はね。はい。で、この M2 Pro が8つの高性能コアはですね、こっち4つなんですけど、倍ぐらいになってるんで、結構性能差はあります。今回ちょっとレビューとか結構見てみたんですけど、基本的にやっぱ M2 のこの Mac mini が、全体的にやっぱ速いですね。この M2 の MacBook Air と MacBook Pro とかと比べても、基本的に一緒なんですけど、やっぱファンがこっちはね、あったりするんで、
で、長時間作業だとやっぱりちょっと MacBook Air M2 は差が普通に使う分には全然大丈夫なんですけど、僕も動画編集とか長時間するとやっぱちょっとパフォーマンスは落ちます。で、ディスプレイですね。最大、こちら2台までいきます。M2 または最大、M2 Pro だと3台までディスプレイ映せるんですけど、こっちは1台しか映せません。M2 のモデルは。MacBook はね、ここはちょっと微妙に違うかなと思います。M2 Air は結構軽いですね。オーディオとか、大体一緒ですかね。キーボードは別売りということで、こっちはもちろん本体についてます。で、今回6E かな。ここがやってますね。Bluetooth 最新のものを対応しております。ただWi-Fi ルーターとか、Bluetooth の例えばワイヤレスイヤホンとか、そっちの方も対応してないとダメなので、そこら辺のあれはありますかね。注意点は。6E も Wi-Fi ルーター対応しないとダメです。ポートに関してはやっぱりこっちが結構、デスクトップっていうのもあって Mac mini が充実しております。MacBook Pro は結構、充電持ちはいいですねっていう形なんですけども、ちょっとじゃあモデルをね実際見ていきましょう。ページ行くとですね、この M2 と基本ここは一緒です。ストレージの違いだけですね。すごいことになっちゃったすごいことになっちゃったけど、こっちが M2 Pro です。とりあえずまずはこっちを見ていきます。ちょっとこっちからいきましょうかね。メモリ、ストレージ、イーサネットってあるんですけども、メモリに関しては、多ければ多いほど高いパフォーマンスで同時に動かすことができる。はい。作業台の広さとか言われます。ストレージはもう完全に保存ですよね。多ければ多いほど写真とかアプリとか、こういったものを保存できますよっていうもので、注意点ね、2つ目っていうのかな。すると、このベースモデルというかストレージか、おそらく 256GB のこのモデルに関しては、ちょっと SSD の読み込みスピード、読み書きのスピードがちょっと遅いので、ちょっとパフォーマンス的に下がるっていうね、ことはあります。ここが注意点かな。M2 の他の MacBook Air とかもそうだったんですけども、ただ普通に使う分には問題ないと思うので、性能的には。なのでちょっと重めの作業をしたりとか、メモリがやっぱこのユニファイドメモリっていうちょっと特殊なものを使ってますので、どうしてもちょっとストレージとね、一体化してるみたいな、結構ね、関係が強くなってるんで、このモデルは若干パフォーマンスが劣るっていうのは注意ではあります。なので性能を気にする方は、このモデルは一回避けるか、この 512GB にした方がいいんじゃないかなと思います。なので普通に使う分であれば、これの安いモデルでも全然、パフォーマンス的にはさっきの MacBook Air の、M2 とかね、普通に方これ16万ぐらいするんで、ここら辺とそんな大差ないというか、むしろ多分ファンがね、熱を逃がすファンが入っているので、むしろM2 Mac mini の方が、性能がいいっていうデータが結構出てました。これでもいいかなっていうところで、ただちょっと性能とか気にするのであれば、512GB ストレージ。おすすめモデルとしてはなんでこの16メモリ 512GB。結構動画編集とかやるよっていう方は、この 1TB とか。でも僕だったら 1TB ぐらい欲しいなっていうところあるんですけども、メイン機として使うならみたいなところですね。普通に使う分にはメモリ 8GB でも、結構このユニファイドメモリっていうのは、今までのそのインテル版とかものと比べると、8GB で多分インテル版の 16GB 相当ぐらいあるので、いいかなと思います。おすすめとしては多分、このぐらいかな。これでも11万とかなんで、全然 MacBook Air とかよりは安いんで、はい。もちろんディスプレイとかね、キーボードとか揃える必要はあるんですけども、全然いいかなと思います。コスパがめちゃめちゃいい。イーサネットに関しては、どうだろう。特に、必要ないかなと思います。今やっぱ Wi-Fi あるし、Wi-Fi 6E も対応したので、14,000円出す価値があんまりどうなんだろう、あるのかなっていう感じはします。24はさすがにいらないかなっていう相当これとなんか M2 Pro 買った方がいいかなっていう、気がするんで、ここら辺が結構スイートスポットかなと思います。全然最安モデルでも悪くはないと思うんですけど、最悪このメモリは載せといた方がいいかなと思います。28,000プラスならこれぐらいならギリギリ我慢できるかなっていうところではありますかね。続きまして、じゃあこの M2 Pro ですね。こっち、これちょっとね、価格がグンって上がるんですけども、普通と M2 Pro の差は結構あります、正直言うと。普通に M2 使う分でもいいんですけど、さらにパフォーマンスが欲しいよって方は M2 Pro でもいいんじゃないかなっていうところがあって、いうのも18万とか、同じ M2 Pro をじゃあ買おう、MacBook Pro 買おうとすると結構28万ぐらいからになるので、そう考えると安く見えるっていうね、気はします。10万ぐらいの差なんで、この M2 Pro が、こっちもプロセッサーが2つあって、メモリとストレージが選べるっていう感じなんですけども、ぶっちゃけこのベースモデルでいいかなっていう感じはあります。M2 のモデルはちょっと制限があったんですけど、こっちは関係ないので、これを上げる意味は正直あんまりないんじゃないか。4万ちょっと高いなっていうのが正直な印象ですね。22万になっちゃうんで、これ上げるだけで。これでいいかなっていうところと、メモリも16あれば、大体のこと大丈夫かなと思うんで、僕は上げるとしたらこのストレージとか、かなっていう。で、メモリも32に上げると、この26万8000円になるんですけども、これになると、で、この Mac Studio っていうね、あるんですけども、これが26
27万8800円からなんですよ。こっちはでも M1 マックスですね。ちょっと M1 ウルトラ高すぎるんで、一回除外します。これとちょっとどっちがいいんだ問題っていうのがね、出てくるんですけど、ちょっと簡単に Mac スタジオを見ると、Mac mini がマジででかくなった、高くなった感じですね。はい。で、こっちに前にサンダーボルト、USB-C と、これ SD カードスロットがね、ついてます。はい。で、後ろに、さらにサンダーボルトとか、端子は結構ね、充実してます。で、でかい。なんかすごい型破りね。で M1MAX、M1 ウルトラで普通に使う分にはどうやら M2 Pro の方が M1MAX よりも強いっていうね。M1MAX でも全然強いんですけど、普通の作業面では多分 M2 Pro の方が、強いと。ただ、動画性能とかに関しては多分この M1MAX の方が強い。Mac Studio の方が。というのもやっぱこのファンっていうのが結構ね、でかいのいいのが入ってるんで、特に長時間作業とかになると変わってくるっていうね、ところはあります。こんな感じですね。端子とかはね、夢のスタジオが作れるっていう感じなんですけども、サイズ感本当にですね、幅、区域とか全く一緒で、高さが単純に Mac スタジオの方がでかいって言っただけです。26万8000円で、選び方みたいなところで言うと、どうやら普通のプログラミングとか、画像の編集とか、動画以外の作業は M2 Pro の方が早いっていうね、比較の動画みたいなの見たんですけど、早い M2 Pro が。ただ Mac スタジオに関しては、はい、このM1MAX っていうやつなんですけども、こっちは結構やっぱ動画とかに関しては、ファンもあるっていうのもあると思うんですけど、熱を逃がす構造っていうのが、でかいっていうのと、単純にやっぱ動画性能に関しては結構強い。動画編集っていうのがやっぱ視野に入ってる、結構頻度高くめにやるんだったら、僕は Mac Studio の方がね、今のところはいいんじゃないかなっていうところですね。そこがそんなにやんないとか、プログラミングとか画像編集、動画が入ってこないような作業であれば M2 Pro Mac mini の方が早いし、そして安いというのかな、安くはないけど、コストパフォーマンスやっぱいいんじゃないかなっていうところで M2 Pro を選ぶべきなんじゃないかなと思います。本当 Mac Studio もこのやっぱ仕様の通り前にこの SD カードスロットがね、あったりするんで、ここら辺もやっぱり動画する人と差別化してるのかなっていうところはあって、 Mac mini はSD カードスロットがやっぱないので、そこら辺が選ぶポイントなのかなっていう気がしましたね。動画の書き出しとかになると結構ちょっとやっぱ差が出るかなっていうところはありました。多分この作業効率化とか、オーディオじゃなくてこのソフトウェアの開発とか、こっちになると多分M2 Pro の方が早いです。普通の作業面のところは、ね、シングルコアとか、マルチコアとかは強かったりするんで、そこでも注意点かなところかな。選び方としては、まとめると M2 Pro はこれは特にGPU が上がるだけなんであんまりなんか意味ないかなっていうところで、メモリはどうだろうな、16でいいと思いますね。1テラ、ぶっちゃけこれでいいかなっていう気はしてますね。ちょっと動画かじりたいんだったら1テラ、このぐらいならでもM2 Pro でいいかなと思います。全然性能的には結構十分なんで、多分ここら辺まで盛るんだったら多分 Mac Studio とかの方がいいかなと思います。メモリ32とかにしちゃうんだったらもう Mac スタジオですね。こっち32だし、これの多分全然この M1MAX で、ここの差はね正直あんまないんで、こうして510になり、最悪どうやんなら1テラでもいいかなっていう。こっちの方が端子も多いし SD カードスロットも入るんで、僕だったらこっち選ぶかなって思いました。とりあえず購入の注意点ね、3つちょっとまとめますと、まず1個目としては、最安モデル M2 に関しては SSD のやっぱスピードですね。最安モデルはちょっとやっぱ性能が下がるよっていうところ、特に最安モデルは注意なんですよね。ただ普通に使う、ライトユーザーの人はそんな気にする必要は正直ないかなっていう。普通に使う分にはね分かんないんで、データを結構移したりするとか、動画のデータを Mac に取り込んだり出したりとかっていう場合でない限りは、ユニファイドメモリっていうのがどうしてもその SSD とねやっぱやり取りみたいなのがあるので、どうしてもそこの面でちょっと性能がね下がっちゃうっていうことはあるみたいです。全然でも最安モデルでも僕は普通に使う分には全然大丈夫だと思います。注意点2つ目としては、端子の数がね一応モデルで違うっていうことで、M2 と M2 Pro でサンダーボルト4ですね、USB-C の端子が2つか4つかっていうね一応違いはあります。でいろんなディスプレイをつなげたりとかね、いろんな機器と多くつなげたいのであればやっぱ M2 Pro なのかなっていうところはあります。その Mac Studio とかでね比べると、さらに Mac Studio はSD カードスロットとかね入るんで、そこら辺の違いもね。で注意点3つ目としては、この M2 Pro のMac mini の M2 Pro ですね、一番高いモデルと、結構 Mac Studio が買えるような価格になっていくので、うまいことね価格設定されてるんですけど、27万8800円からなので、M1MAX とこの M2 Pro の
の、関係性で言うと基本的にはやっぱ M2 Pro の方が、強いです。ただ、M1MAX に関してはやっぱまだその動画ですね、そのビデオのエンコードっていうところかな。確か動画の編集とかね処理する時の性能が M1MAX の方がやっぱちょっと高いっていうところで差はやっぱちょっと出るみたいですね。あとそのファンのねやっぱり性能構造的に MacStudio の方が中のファンとかね優秀だったりするので熱をうまく逃がしてくれるというところがあるので、長時間とか、動画がやっぱり入ってくるっていうところであれば MacStudio を選んだ方がいいんじゃないかなとそのレビュー動画見たんですけど、割とその書き出しの時間とかね差が現れてました。あとやっぱ SD カードスロットがねついてるっていうところはなんかそういう Apple からのそういうメッセージなんじゃないかなと思うんですよね。動画編集するなら MacStudio 使えよっていう感じがしてます。はい、ということで M2 Mac mini まとめると、これコスパ最強でございます。買うべきかどうかみたいなところだと、これも正直今 Mac のベストバイなんじゃないかなっていう、もちろんディスプレイとかキーボードとかねマウス揃える必要あるんですけども、自宅用ならコスパ最強ですね。逆にそのディスプレイとか周辺機器を揃えるっていう楽しみもあると思うんで、そこもいいと思います。はい、個人的にやっぱインテル版の例えば、Mac mini とか使ってるんであれば僕は絶対変えた方がいいと思います。パフォーマンスも違うし、価格もそんなに高いわけじゃないんで M1 からはちょっと様子見でいいかなっていうところはありますね。無理に変える必要はないんですけども、今 M1 でちょっとパフォーマンスに不満があるのであれば全然いいかなと思います。さっき言ったようにパフォーマンスですね、その性能普通にウェブブラウジングとかそういうものには、パフォーマンス最安モデルでも問題ないと思います。なので Mac mini とかと、結構 iPad とか、運用って結構ありかなって思いました。そういう使ってる方がいて、外にね持ち運びっていうのができないので、そういう時はやっぱ iPad とかでちょっと作業して、で家では Mac mini 使うみたいなねいいかなっていう、その自分の外行く頻度とかによると思うんですけど、 M2 Pro の Mac mini に関してはですね、これもなかなかいいマシンじゃないかなと思うんですけども、で M1MAX 並みというかそれ以上の高性能っていうね、これはもう数値的にもそうなので、実際で結構やっぱ強いっていうのもありました。なんで MacBook Pro とかと同等、近い性能で10万近くね、ベースモデルとかだと安いので、そういう意味ではコストパフォーマンスはねいいんじゃないかなっていうところ。ただし、その動画編集とかメインですね、動きのあるものが入ってくるんであれば MacStudio の方がいいんじゃないかなっていうところ。 M2 Pro で持っていくと、同じような価格になるぐらいなんだったら、盛りたいんだったら、ちょっと MacStudio でもいいかなっていうところは検討してみてもいいかなと思います。一応前回の動画もね、なかなか好評で Mac mini のね、動画もありますので、こっちもちょっとね重複するところもあるんですけど、ちょっと参考にしてもらえばなっていうところで、あとその Mac の選び方ですね。こっちは初心者向けで MacBook も含めてこれ見て全モデル解説しておりますので、あとMacBook Pro もね新しいやつとか解説とかもありますので、そちらもね、他も iPhone 14 Pro とか本体とかねおすすめアクセサリーとかね他の動画もありますので、ぜひご覧いただければなと思います。気になる方はね、そういった正直なレビューとか得情報、これから Amazon セールとかもあるんでね、そういった情報を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録と、あとこの動画良かったらグッドボタンもお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。いやでもやっぱね Mac mini、いろんな動画をね実は結構海外の比較動画とか見たんですけども、結構選ぶポイントがねなんとなく分かったんで、ぜひちょっと迷ってるみたいな人はねコメントもらえればなと思います。皆さん参考になると思うんで、ちょっと面白いわ。ちょっとまたいろいろ見たいな。